ジョニーの指切断事件ね。で、誰この人がね、めちゃくちゃサイコっぽい。突き飛ばし、根性焼きと。なんとね、ジョニーがいつも寝てるベッドの上に、特大のうんちがドーンって置いてあって。というわけで、こんにちはーす。どうもパンダです。今日紹介するヤバい人はこちら。アンバーハードさんです。で、誰って感じなんですけど、皆さん知ってました？なんかね、ジョニー・デップの元嫁さん兼女優みたいですね。で、ちなみに出演作品はこちら。見たことないね。で、この人がね、めちゃくちゃサイコっぽい。サイコパス。で、それを裏付ける出来事が、ジョニー・デップ DV 離婚騒動。というわけでね、紹介していくんで、みんなもね、一緒に彼女がサイコパスかどうか考えてほしい。事の始まりはね、2016年の離婚。その理由っていうのが、ジョニーの暴力が辛いから離婚したいっていうこと。揉めに揉めて最終的に、結婚生活については秘密にするっていう約束で、離婚と示談が成立。アンバーは、示談金9億円をもらう。9億ね。いや、セレバすごいっすね。で、これで話は終わったはずなんだけど、2018年、アンバーがね、新聞に大暴露を載せちゃうんだよね。約束を破ってもベラ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 ーっつってさ。で、それに怒ったジョニー・デップ。アンバーを訴えて裁判を起こすと。で、その裁判の過程でみんなが想像していなかったようなとんでもない事実がもうドバドバ出てきて、簡単に言っちゃうとね、アンバーの言うことなすこと、もうほとんど嘘だったっていう。マジで。ほんとやりますねってやつだよね、これが。やりますね。じゃあ、どんなことが明るみになったのか。まずは示談金猫ババ事件ね。全額寄付をするっていう名目。っていうかね、そういう約束で受け取ったはずなんだけど、実際は半分以上ね、懐に入れてたっていうね。9億だったからね、大儲けですね。で、次は元カノも暴力を受けてたっていうアンバーハードの証言ね。これはジョニーがね、元カノのケイトさんを同じようにボコボコにしたり、階段から突き落としていたっていう内容なんだけど、ケイトさんご本人登場でね、あっさり論破されちゃってましたね。暴力どころか超優しかったって言ってましたね。ほんでもって次はね、DV の写真、証拠写真、捏造事件。まずこの写真見てください。これね、アンバー自ら、アメリカの文春みたいなところに持ち込んだもんなんですけど、いや、あざできちゃってますね。で、次はね、その翌日の写真をご覧ください。これね。あざ消えちゃってますね。みんなこれどう思います？化粧を隠したとかね、そういうのあると思うんですけど、アンバーもね、そう言ってるんですよ。でも、そのアンバーが使ったって言ってた化粧品会社から直接、いや、その時期その化粧品まだ出てないよっていう感じで論破されちゃうんすよね。何これ。はい。で、次はね、ジョニーの指切断事件ね。いや、マジでって感じなんですけど、いや、マジなんですよね。そもそも離婚の理由ってのが、ジョニーの暴力と、だったはずなんですけど、実際はジョニーの方が DV を受けていたっていうね。もうめちゃくちゃだよ。例えばね、平手打ち、突き飛ばし、根性焼きと。久しぶりに聞きましたね、根性焼きね。で、極めつけはもう大きいガラスのウォッカボトルを投げられた時に、ちょうどその時ね、ジョニーの指に当たっちゃったんですよね。で、もうぐちゃぐちゃになっちゃって、少し切断する必要が出てきちゃったっていう。でもね、ジョニーはお医者さんに、
壁に血で文字を書くために自分で切ったぜっていう風に嘘ついて、治療を受けてアンバーをかばうんですよ。まあ、穏便に済ませたかったらしいんですけど、いや、男ですね。ジョニー・デップね。最後に紹介するのはね、ジョニーのベッドに謎の巨大うんち事件。いや、本当なんですよ。うん。アンバーとの喧嘩の後に、ちょっと家を開けたジョニー。荷物を取りに寝室に戻ろうとするも、なんだか気まずそうな使用人に声をかけられる。どうしたのと聞くと、いや、ジョニーさん、ですね、ちょっと寝室の方がとんでもないことになってるんで、ちょっと入るのやめた方がいいですよ、とのこと。うん。なんとね、ジョニーがいつも寝てるベッドの上に、特大のうんちがドーンって置いてあったんですって。そう。うん、ありえないよね。で、そのことについてアンバーは、飼ってる犬が勝手にしたんだと主張してるんですけど、その犬ね、2キロの小型犬なんですよね。うん。で、置いてあったっていうものが、小型犬が出したとは想像もできないほど立派な塊だったわけなんですよ。で、まあ、巷ではアンバーのアンバーなんじゃないかっていうね、説が濃厚になってると。うん。いうことですね。多分そうなんでしょうね。うん。で、この出来事でジョニーは完全にアンバーのことを見限りますと。まあ当然だよね。うん。まあ多分ジョニーはそういうタイプの変態じゃないから、結構ショックだったんじゃないかな。ってなわけでね、まあ軽く上げるとこんな感じなんですけど、みんなどうですかね。アンバーハード。サイコパスか否か。まあサイコパスの大きな特徴を挙げると、まず病的に嘘つきね。はい。嘘つきでしたね。長期で物を考えられない。うん。確かに。口達者。まあベラは回るんだけど、中身ないですよね。で、行動に責任を持たない。確かに。冷酷。ひどかったですよね。衝動的。まあ、うんちと。まあで、裁判に関係ないとこだと、過大な自己評価。うん。で、アンバーはね、ジョニーとの一見がなければ大女優になれたのにって嘘吹いて回ってるみたいなんですけど、まあ映画界ではね、下手くそ女優として有名と。で、魅力的に見せるのに、ちょっと編集が大変だからあんま伝えたくないって言われてるみたいですね。まあこれらのことだけでもね、かなりサイコパスなんじゃないかって思いますね。うん。いやもうサイコパスでしょう。そうだよ。というわけで、知能、戦闘力、芸術性、思想、罪深さ、いつもの評価やっていくんで、まあみんなも一緒にね、考えてもらえればなということで、まず知性、すぐバレるような嘘の数々、終わった話を掘り返して墓穴を掘る愚かさ。ってわけでね。うん。知性。星一つと。次は戦闘力ね。まあ実際ポリコレフェミフェミ外吉バリアとジョニーの忍耐のおかげでね、なんとかなってたんですけど、本人が強かったわけじゃないからね。まあ普通の女ってことで、星2個ですね。うん。で、次は芸術性と。裁判の映像がライブ配信されたり、もう一連の騒動がね、一つのエンタメになってたんですよね。まあ数ヶ月前なんですけど。で、下手なドキュメンタリーとかね、映画よりずっと面白かった。うん。で、あとベッドの上のね、特大うんちと。現代アートになったのかもしれん。うん。っていうわけで、芸術性、星3つですね。で、次は思想。何も考えてないでしょうね。うん。まあ、唯一あるとすれば、自分第一主義。嘘ついてでも、何してでも自分一番と。というわけで、星一つと。最後はね、カルマ財王ね。度を越した嘘、暴力、窃盗、無反省、
そしてパイレーツ・オブ・カリビアンの続編。あと、ファンタビのグリンデンバルト。まあ、人を殺しないまでもね、世界中のね、多くのジョニーファンと映画ファンを不幸にした罪は、まあ、かなり重いんじゃないでしょうかね。もう数がすごいですよ。見たかったよね。というわけでね、カルマ、罪深さ、星3つですね。まあ僕たちが見てきたようにね、ジョニーみたいなね、優しいタイプがサイコに捕まってしまうと、もう徹底的に人生を破壊されるっていうね。まあ、程度の違いはあれね、みんなの周りにいるんじゃないですか。そういうカップルとかクラスメート。もう嘘つきまくるやつ。どうすか？まあ、今回はね、アンバーがたまたま知性1のね、最古だったから、まあ、裁判に勝てて、名誉挽回と賠償金20億円もゲットできたと。まあ、ほんと不幸中の幸いでしたね。ってなわけで、今日の動画はこんなもん。まあ、なんでもね、みんなコメントとか自由にやっちゃってください。Twitter とかもね、リプとか、適当に。で、チャンネル登録もよろしくお願いします。っていうか、ほんと、お願い。お願いお願い。チャンネル登録お願い。ってわけで、じゃあまたいつかどっかで。バイバーイ。